あ、コンラッド見っけ。陛下。もう。それなら俺もあんたのことウェラー卿って呼ぶぞ。それは困ったな。でもあなたはまだ執務時間中だから、陛下とお呼びした方がいいと思ったんですよ。なんだよ、意地が悪いな。今の俺はね、王様業臨時休業してるんです。おや、そうなんですか。でもそういえばまだギュンターと勉強しているはずの時間でしょう。彼はどうしたんです？陛下とマンツーマンのハッピータイムを自分から短縮するとは思えないけど。そうなんだけど。あ、ここ座っていい？どうぞ。じゃあ俺も隣に。失礼します。それで、ギュンターは？なんか、実家でゴタゴタがあって、夜中に早馬が来て寝不足なんだって言ってたな。へえ、フォンクライスト家で？何があったのかまでは聞いてないけど。それで、少し風邪気味だって言うし、顔赤いからさ、俺が熱を測ったら。こうやって有利、これはまずいな。え？なんで？普通こうやるよな。もしかして新魔国の貴族には何か別の正式な測り方があったりするのか？いや、それは特にないけど、この額ごっつんこは、ギュンター相手の必殺技としてはかなり高度だ。必殺技？そう。ギュンターのやつ、有利に熱を測られてるうちに気絶してしまったんじゃないかと思って。その通り！すげえよくわかったな、コンラッド。ギュンターさ、ガーって顔が赤くなったと思ったら、鼻血とかいろんな汁吹いててばったり倒れちゃって、ギリギリのとこでうまく避けたけど、危うく牛汁もろかぶりするところだったんだぜ。それは大変だ。で、今、ギュンターは？急いで人呼んだら、非番のギーゼラが来て、今彼女が見てくれてる。俺も看病しようかって申し出たんだけど、ギーゼラが言うには、ギュンターが目を覚ました時に、そばに俺がいると、また変な汁が出るかもしれないんだって。陛下はお外で遊んできてくださいって、追い出されちゃったよ。なるほど。でも彼女の判断は的確だ。そっか。治療のプロが言うんだからそうだよな。よく考えたらギーゼラとは親子なわけだし、ギュンターも自分の娘に看病された方が安心だよな。そうそう。おかげで俺はこうやって、有利と予想外の時間に会うことができた。オーバーだな。でもコンラッド、何か用事があったんじゃないのか？もしかして、どこかへ行く途中だったのに、俺が呼び止めたせいで足止め食らってたりする？いいえ、さっきまで練兵所で剣の指導をしていたけど、今はそこからの帰り道で時間を持て余していたところです。だから有利に見つけてもらえて嬉しかった。コンラッド、剣の先生だもんね。一応ね。ただ俺の剣は実戦向きなんで、きちんとした型を習得した兵士相手じゃないと指導できないんですけどね。へえ。でも実戦向きってなんかかっこいいな。百戦錬磨って感じで。いや、ちっともかっこよくなんかない。俺の剣は人をたくさん殺すための剣だ。だから、有利はそんなものを良いと思ったらいけない。コンラッド。有利は平和を愛する王様でしょ。だったら、人を殺す道具を褒めちゃいけない。そうだ。そうだけど。けど？確かにコンラッドの剣は、確かに戦場でたくさんの命を奪ったかもしれないよ。だけど、その剣に守られた命も、きっと絶対あるわけだよな。例えば、コンラッドたちが前線で戦った分、敵は国内には入ってこれなくて、おかげで戦火に巻き込まれないで済んだ新魔国国民の皆さんとかさ。でも、これは別に、戦争するのはしょうがないって言いたいんじゃないぞ。ええ、わかりますよ。それで、つまり、もうダメだ。なんか、もっともらしいこと言って、大義名分つけようと思ったんだけど、やっぱ無理。勉強不足の俺の手には負えねえや。有利。つまり、少なくとも俺にとっては、コンラッドの剣は人殺しの道具じゃないって、そう言いたかったの。初めてこっちの世界に来た時から、コンラッドは、
俺を生かすためにその剣を振るってくれてるんだってよくわかってるし、ユーリ。感謝してる。すげえ感謝してんの。だから左腕だけが残されてあんたがいなくなっちゃった時、本当にどうしようって思ったんだぜ。すまなかった。本当だよ。死んだのかって思いながらそんなの信じたくなかったし、コンラッドのこの腕と剣がずっと俺を守ってくれてたんだなって思ったらさ。ユーリ、泣かないで。泣いてねえって。ただあの時のことを思い出すとなんか今でも心臓バクバクするんだよ。でさ、なんかみんなで追悼モード入ってたらあんた天下部でいきなり出てくるしさ、すげえよ。もうどこのマジックショーかと思ったじゃんか。そう、あれは俺の人生史上最悪のイリュージョンだったかな。プリンセス天候もびっくり。腕も生え変わってるし、もう絶対人間じゃねえって思った。実はまあ一応魔族だから。そうじゃなくて、あるじゃんか、なんかこう切っても後から生えてくる系、タコとかイカとかは違うか、トカゲの尻尾切りみたいな。それはひどいな。ひどくないって。だいたい魔族にしたってコッヒーとかコッチーくらいなもんだろ。バラバラにしてもはい元通りなんて掟破りな体質は。しかもあいつらだって元の部品が全部揃ってないと完全復活しないんだぞ。それをあんたはさ。すみません。でも俺自身予想外で、まさか他人の腕を継ぎ木されるとは思わなかった。あのさ、未だに俺その辺ややこしくてよくわかってないんだけど、結局コンラッドの左腕って。俺の元々の腕はもう失われてしまった。だからこの左腕は俺のものではない。誰かの腕でしょ。誰かって。それこそ推測の域を出ない。ただグエンダルの話では、切られた俺の左腕はなぜか腐敗しなかったそうですね。だとすると似たような性質を持ったものがこの左腕の元の持ち主なんじゃないかと。つまり腐らない左腕の人。そうです。理屈は合ってるような気がするんだけど。じゃあさ、コンラッドって体に腐敗防止コーティングとかされてんの？まさかそんな加工ができたら戦時中どんなに便利だったか。傷口が海でパンパンに腫れたりもせず、変色して壊死しかけたりウジがたかったりもしないで。ごめんコンラッド。兵士の皆さんには本当申し訳ないんだけど、そういう具体的な描写は避けてくれる？俺ちょっとグロ系苦手でさ。失礼。でも実際のところ俺の体にある時は腕にそんな特殊機能はついていなかった。だから腐敗しない腕には何か別の大きな力がかかっていたとしか。別の大きな？そう。例えば神王陛下の。神王？ええ、おそらくは。彼の前では俺たちなどチェス盤の上の駒も同じ。ただ最初から何もかもが神王の仕組んだことだったと考えると少し癪ですが。最初からってコンラッドがうちのお袋の病院行きに付き添って俺の名付け親になってくれたところからって話？それもある。でもひょっとするともっと前、俺たち三兄弟がツェツィリエという女性の息子としてそれぞれ別の男性を父親に持って生まれたところからかも。そんなに昔？はあ、神王って気が長い。神王が長い長い時間をかけて作った脚本を今俺たちが忠実に演じている。そんな風に考えるとやりきれないな。やりきれない？ええ。だってそうでしょ？あの出会いも、あの時の気持ちも、あの人の死も、全部誰かの計画のうちだったなんて聞かされたら。なるほどね。でも仮にそういう脚本があるとしてもさ、そんな壮大すぎる計画俺たちには関係ないじゃん。関係ない？そう、関係ないの。あんまり難しいこと考えると頭がぐるぐるして
自分が今立ってる場所もわかんなくなっちゃうだろ。あ、俺のモットーに前世のことを言い出したら人生おしまいってのがあるんだけどさ。前世？そう。自分の人生で手一杯だってのに、前のやつの人生の責任まで取れない。生きていくの難しくなる。だから仮にそういう隠し設定があるんだとしても、俺は別に知りたくないね。だって俺の人生は俺のものだし、俺の気持ちは俺だけのものだろ。これ前世一筋4000年の村田もおすすめの考え方なんだけど。えだからさ、新王の脚本ってのも同じかなって。俺はコンラッドやグエンやボルフ、ギュンターや新魔国のみんなに会えてラッキーだったなって思ってるよ。その出会いが仮に誰かの計画範囲内だったからって、それがどうしたよって感じ。ユーリでさ、そういう風に名前呼ばれるたびに、あん時あんたがお袋のタクシーに乗り合わせてくれて本当に良かったなって思うんだ。ええ、その通りだ、ユーリ。俺もあなたが生まれてきてくれてとても嬉しい。うん、ありがとう。でもなんかくすぐったいっていうか、照れるな。照れないで。あなたのそういう考え方に俺はいつも救われる。そんな大げさだよ。いや、ちっとも大げさなんかじゃない。本当に俺の人生をかける相手がユーリ、あなたでよかった。あなたに魔王という大役を与え、俺に魔王を守る役目を与えてくれたのが新王なら、どんなに感謝してもしたりないくらいだ。コンラッドよっ、ほら行こうぜ。行きましょうか。そろそろギュンター復活かな。ギーザラの腕がいいですから。しかしギュンターは最近汁気が多すぎだな。なあ、でもああ見えてコンラッドの剣の師匠なんだろ。昔の面影はみじんもないですけどね、ユーリが来てからは。なんだよ、それって俺のせい？まあまあ、言わぬが花ってことわざもあるし。あ、くそ。うりゃ、左腕にぶら下がってやる。どうぞどうぞ。